夫婦で旅行に行ってきたのをビデオにしてみました。11月4日から7日の間、3泊4日で白川郷、大巻温泉、五箇山、それから稲見、それから金沢、それから高岡と行ってまいりました。で、最初の白川郷のビデオです。これ東海北陸道を白川インターで降りまして、この日はすごくいい天気でした。空気が澄み渡ってて周りの景色がすごく綺麗でした。で、白川郷のインターを降りて、156号をちょっと北に戻るような格好になります。この辺は車が混んでなかったんですけども、駐車場の 手前でですね、駐車場渋滞になっておりまして、これ駐車場がですねいっぱいになってて、その入れ替えの車で止まってます。はい、で駐車場を降りるとこうすごく空気が澄んでてですね、紅葉が始まりかけててものすごく綺麗でした。でやはり白川郷ですね、この日4日の平日だったんですけども、外国人の方でいっぱいでですね、駐車場もいっぱいでした。これが、なんだっけ、何橋だったっけな、橋ですね。この橋渡って、駐車場から萩町の集落の方に入ってまいります。あれだよな、で萩町の集落入ってくると、いよいよ合掌造りの建物がちらほらと見えてきます。白川郷はですね結構規模が大きくって、これこの日の次の日5日に行く五箇山に比べれば規模は大きいんですけども、一方でですね、結構ですねいろんな建物がお土産物屋さんとか飲食店に変貌してまして、ちょっと興ざめみたいなところもあります。五箇山の方はもっと静か、で白川の方がずっとですね観光客も多いですね。とことこといい天気の中、2人で歩ってきます。でお土産物屋さんかな、これお土産物屋さんだったかなですかね。自分はゴールデンウィークの時チャリンコでそう、私ゴールデンウィークの時に桑名からですね隣までチャリンコで抜けたことあるんですけど、その時にも寄りましたが、その日よりは観光客はこれでもまだ少ない方でした。これはあれですかね、お団子屋さんかな、五平餅かなですね。皆さん食べてます。でぼちぼちと歩いてきます。お土産物屋さんもありますね。五箇山の方がこれ正面に見えるのはあれかな、猿ヶバンバっていう山じゃないですかね。数年前に雪のある時期にスキー担いできましたけども、途中で断念しました。この日ですね、朝9時ぐらいに家出たんですけど、ここ着いたのが12時過ぎで、お腹空いたんだけど夜のご飯がですね多いからということでちょっと我慢しようっていうんで歩いてました。お水がですねすごくこう綺麗で、このなんていうかな、用水なんかもすごく透明感があります。でこれ多分マス科の魚ですね。斑点があるからマス科の魚、あと鯉もいましたね。もう水がすごく綺麗でした。そうそう。これがねですねちょっと喫茶店に寄りましてですね、お茶してきましたが、これその外観です。中でコーヒーとケーキをいただいてきましたが、中は結構綺麗にしてます。でですね、これちょうど座ったところからですね山が、これ多分猿ヶ馬場の山ですけども、よく見えるようになっててすごく綺麗でした。で店の中はそれなりに古風な雰囲気を醸し出しています。お客さんはですね半分ぐらいあれかな、外国の方じゃないですかね。でここで私はあれだったかな、ホットコーヒーで奥さんがアイスコーヒーかなで、シフォンケーキみたいなのとチーズケーキみたいなのをいただきました。今日はこれだけでお昼とどめといてですね、この後にですね大巻温泉ってとこに、これ船でしか行けない宿なんですけど、そこで泊まって温泉の料理いただくっていうんで、ちょっとご飯は控えめにしました。で帰り道ですね、また吊り橋渡って帰ってきますけども、
いやこのですね、紅葉のなりかけとこの光線の感じがすごくこう綺麗でした。はい、ということでですね、初日のメインの白川郷はこんなところでおしまいになります。では続いて大巻温泉、乞うご期待です。